宇宙に浮かぶ小さな天体、ケレス。火星と木星の間にある小惑星帯にひっそり佇むその星は、かつてただの岩のかけらだと思われていました。直径はたった 940km。月の4分の1ほどの大きさで、地球の36分の1の重力しかない小さな天体。この名もなき存在だった天体が、今、世界中の科学者たちの心を奪っています。この小さな星の地下に、液体の水があるかもしれないからです。水だけではありません。探査機ドーンが明らかにしたのは有機物の存在。そして宇宙においてはありえないほどの白い輝きを放つ謎の斑点。そこで何かが生きていると語りかけてくるような静寂の中に感じるかすかな違和感。想像してみてください。遠く離れた太陽系の片隅で生まれた第二の生命。それは空前か、それとも宇宙に満ちる普遍的な必然なのか。今回は小さな世界が隠し持つ生命誕生の可能性というケレスの秘密に迫る冒険へ皆様をお連れいたします。時は1801年1月1日。新世紀の幕開けにふさわしく、一つの光が生まれました。イタリア・パレルモの天文台にいた一人の男、ジュゼッペ・ピアッツィが覗き込んでいた望遠鏡に、ある天体が姿を現したのです。彼が見つけたのは、静かに夜空を移動する一つの光点。これがケレスとの最初の出会いだったのです。当時、天文学の世界では惑星と恒星という二つの分類しか知られていませんでした。そうした中で、この小さな天体はどちらにも当てはまらない異端の天体でした。準惑星。後に与えられたその分類は、ケレスの孤独な立ち位置を象徴していました。それからしばらくの間、ケレスは注目されることもなく、ただ静かに宇宙に漂い続けていました。天文学者たちの目は、より大きく、より明るく輝く星々に向けられ、ケレスは宇宙の片隅に追いやられてしまったのです。ケレスはずっと自らの中に秘めた謎に誰かが気づくその時を待っていたのです。そして21世紀、宇宙探査技術の飛躍的な進歩により、ついにその時がやってきました。地球の大気の影響を受けず、澄み切った宇宙でケレスを見つめていたハッブル宇宙望遠鏡が驚きの光景を送ってきました。それは完全な球体であるケレスの姿。球体であるということは、自らの重力で自らを丸く保つことができる惑星の条件を満たしている証でした。さらに研究が進むにつれ、
次々と驚くべき事実が明らかになります。ケレスの質量のうち、およそ 25% が水です。地球上の淡水の総量をしのぐほどの量なのです。たった直径 940km しかない天体に、これほどまでの水が存在しているというのです。生命が生まれるために欠かせない水が、はるか遠い、この小さな星に眠っているとしたら、氷の殻に包まれたケレス。静寂な外見とは裏腹に、内部では水の流れがあり、化学反応が起きている可能性すらある。つまりケレスは、今もなお変化し続けている星なのです。もしこの星が、内側に熱を蓄え、氷を溶かし、内部に海をたたえているとしたら、もしその海が地球の深海のように外界から隔絶されながらも独自の進化を遂げていたとしたら、そこに私たちの知らない命の形が存在していたとしても、誰がそれを否定できるでしょうか。かつて見落とされた小さな天体。その裏にこれほどまでの宇宙の神秘が隠されていたとは誰が想像したでしょうか。ケレスは氷に覆われた沈黙の世界。その沈黙の奥には私たちの想像をはるかに超える命の鼓動が潜んでいるかもしれないのです。2015年、NASA の探査機ドンがはるか2億キロメートルを超える旅の果てにケレスの軌道へと到達しました。その時、地球に届けられた画像は世界中の科学者たちを震え上がらせました。そこに映っていたのは誰も見たことのない、そして誰も説明できない、あまりにも奇妙な輝きでした。灰色がかった鈍い地表に、ポツンと浮かぶ、強烈な白い輝き。暗黒に沈む世界で、ただ一つ瞬くその光は、ケレスが発する無言の叫びのようでもありました。太陽の反射。ノイズ。それとも探査機のカメラの異常。科学者たちは何度も画像を精査しました。どの仮説も説得力に欠けていたのです。なぜならその白い斑点はケレスの暗い地表の中でまるで自ら輝いているかのような存在感を放っていたからです。やがて、その正体が少しずつ明らかになっていきます。場所は、オーカトルクレーターと呼ばれる、幅92キロにも及ぶ巨大なクレーターの中心部。まるで塩をまいたかのように、真っ白な斑点が、いくつも存在していたのです。その組成を調べた結果、そこにあったのは炭酸ナトリウム。塩の一種で、地球では温泉の沈殿物などにも見られる成分です。でも、なぜこんな場所に、どうやって塩が生まれたのでしょうか。その答えは水です。液体の水が地下から染み出し、
表面に達した後、ゆっくりと蒸発していく。その過程で、水に溶け込んでいた塩分が結晶となり、地表に残された。つまりこの白い斑点こそが、かつてそこに水があったという動かぬ証拠だったのです。もっと言えば、今もなおケレスの内部には液体の水が存在している可能性があるとも言えるのです。ここで私たちは決定的な問いに直面します。ケレスの内側にはエネルギーがある。水があり、成分が循環し、物質が地表に吹き出してくる。そして何より驚くべきことに、この白い斑点は細菌になって形成された可能性があるのです。ドーンが捉えたクレーターの内部には、塩の結晶だけでなく、まだ熱が残っているかのような痕跡も見られました。つまりこれらの現象は何億年も前の名残なのではなく、今まさにケレスが活動している証拠かもしれないのです。まるでケレスが自らの内なる声を地下からの光として私たちに届けているように。小さな白い斑点は準惑星ケレスという沈黙の星が発した最初の言葉だったのです。この小さな輝きは私たちに問いかけています。命は地球だけにしか存在しないのか。小さな斑点の奥に隠された壮大な問い。その問いはこの星と向き合い続けることで少しずつ明らかになっていくことでしょう。2020年、NASA の探査機ドーンが使命を終え、ケレスの空に静かにその軌跡を描いた後、残されたのは膨大な観測データ。重力、地形、地質、そして微細なエネルギーの揺らぎ。科学者たちはその断片を一つずつ根気強くつなぎ合わせていきました。まるで見えないパズルを解くかのように。そしてついにその沈黙の奥底に隠されていた答えが浮かび上がります。ケレスの地表から約 40km の深さには想像を超えた世界が広がっていたのです。広大な地下の海。氷と岩の殻に閉ざされたその奥に、今もなお液体の水が存在しているというのです。しかもそれはアンモニア、塩分、そして未知の化合物を含んだ特殊な液体。マイナス70度の極寒の世界でも凍結せず、星の内部に静かにたゆたう神秘の海。月の4分の1程度の大きさのこの星がどうして液体の海を保ち続けることができたのか。その鍵を握るのがアンモニアでした。アンモニアは凍結温度を劇的に下げる性質を持ちます。この物質が地下に豊富に含まれていたことで、ケレスの内部は極低温でも液体の状態を保ち、数億年もの時を超えて
命の器としての可能性を維持し続けてきたのです。ここで一つの重大な問いが私たちの脳裏に浮かび上がります。もしその地下の海が今もなお流動し、有機物があり、エネルギーの源があるのなら、生命がそこにいてもおかしくはないのです。この可能性はもはや夢物語ではありません。地球には光が一切届かない深海に太陽の恩恵を受けることなく、地熱と化学反応だけを頼りに生きる生命が存在します。極限の環境で進化し、独自の生態系を築いた生物たち。地球でそれが可能なのだから、ケレスの地下でも同じ奇跡が起きていても何の不思議もないのです。いや、むしろそれこそが宇宙における生命の基本形なのかもしれない。光のいらない世界、音のない凍てついた静寂でひっそりと息づく命の形。太陽の光ではなく天体自身のぬくもりに包まれた静謐な世界。私たちはその存在に耳を澄ませるべきなのかもしれません。科学者たちはドンのデータにもう一度目を凝らします。クレーターの底に残された塩の結晶。地形にわずかに現れた歪み。表面の割れ目からにじみ出る有機物と塩の痕跡。宇宙に漂う小さな準惑星がこんなにも豊かで複雑な世界を抱えているとは誰が想像したでしょうか。私たちはケレスという星の表面をなぞったに過ぎません。その奥深くにはまだ誰も見たことのない海が広がっている。その海の底に一体何があるのか。それを知る手段はまだ私たちにはありません。だからこそ想像するのです。この星の静かな海の中に今もなお小さな生命が光の届かない世界で粛々と鼓動しているかもしれない。そしてそれは人類という存在が宇宙において決して孤独ではないという最初の証になるかもしれないのです。ケレス。かつては小惑星帯に浮かぶ岩の一つと思われていました。しかし今、その静かな表情の裏に壮大な宇宙の秘密が眠っていることが明らかになりつつあります。氷の地殻の下には液体の海。地表には有機物と謎の白い斑点。そして生命の可能性。私たちが宇宙に投げかけた問いに対する小さなささやきかもしれません。この小さな星の奥深くに命の兆しがあったなら、それは宇宙が発する命の共鳴。遥かなる銀河の静寂の中に人知れず咲いたもう一つの生命の花。ケレス。静かに宇宙に響く
祈りのように、人類の心に小さな希望の火を灯して、新たな宇宙への扉を開く序章となることでしょう。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。